フェラーリの V12 フロントエンジンの車の車に初めての試乗です。加速しましょう。ドラッグレースのドラッグスターみたいにやっぱりエンジンが前にあるとこうなるんだよね。すごいな。結構力あるよな V12。 それでも全開じゃなかったよ。すごいな。結構速い、思った以上に。まあフェラーリなんだからな、そのぐらい速くてスムーズじゃないとダメだよね。久しぶりにこのシフトライトが 見えたんでいいよね。興奮しますよね、これついてくると。前からこの形のフェラーリがまあなんかな、昔はねやっぱりフェラーリらしくない形をしていたんで、やっぱりフェラーリといえばエンジンは後ろだろう。360、430、まあディノでも昔のね308、328とか全部エンジンが後ろなんで、これはフロントエンジンのフェラーリとしてあんまり、まあ俺自身はねあんまり評価してなかったっていうか、あんまりフェラーリらしくないなっていうところがあったんだけど、でもそのうちどんどん見ながらこの599とか F12 とか FF とかそういうねフェラーリの V12 車の車を見ながらどんどんちょっとまあかっこ悪いんじゃないよね、かっこいいよね、面白い。フェラーリらしくないと言いながらなんていうかな、まあビジネスマンのクーペ、毎日乗ってもいい、なんか落ち着いてスムーズな感じのスポーツカーですね。やっぱりね荷物がたくさん入る後ろにゴルフクラブ、ゴルフには最適じゃないですかね。あとトランクもあるから普通の、まあ、430とか360とかもう全然荷物とかが入らない。フェラーリより毎日とか乗るには、もしくはスティーブみたいな不動産屋、ものすごい成功している不動産屋、これ毎日乗っても似合いますよね。めっちゃ儲かってるんじゃないかって言われるよね。でもこの599、この車自体がまたねいいんだよね。っていうのはまず4000マイルしか走ってないんだよね。ということは6000キロしか走ってない。10年で、これは2007年式かな、2007年式の599というか10年で6000キロぐらいしか走ってないっていうのはめったに乗ってないっていうこと、オーナーさんはね。あと黒の599、黒のフェラーリはまたいいんだよね。メリージェリーという技がありましたよね。メリージェリーというのは6速から123で123ですね。せーの、メリージェリーメリージェリー過ぎたかもしれない。セカンドまで入っちゃったかもしれない。わーメリージェリー、この車のねトルクが面白いんだよね。
加速するとものすごいこっちの方に行こうとするんだよね。あとまあこの599、前は360持ってた、430も持ってたことないんだけど乗ったことある、458もあるし、まあ一通りそのあたりからのフェラーリは乗ってるんですけど、ミッションはね、いつもね、昔のフェラーリの弱いところが、そのミッションが、特にその F1 のミッションがちょっと微妙だなっていうところがあったんだよね。特に360、自分の360もそうだったんだけど、まあメリージェリーもしながらもう乗ってたんだけど、ちょっと心配だったんだよね。あんまりにもミッションに負担がかかると壊れるんじゃないのかなと思ってたんだよね。この車はその360より7年ね、約7年ぐらい新しいフェラーリとしてミッションはどうなるのかなと思ったら良くなったのかなって。360より速くなってるのは確かなんだけど、でもね、まだやっぱり458のデュアルクラッチと比べると遅いな。加速中にってなる感覚が、まあ久しぶりに乗ったからちょっと慣れない部分はあるんだけど、ちょっと乗ってる間にまあよく慣れたっていうことだよね。でも当時のフェラーリのミッションはそういうミッションなんだ。あとはこの車のね、全くノーマルなので、マフラーもうちょっとね音が欲しいよね。これはまあスティーブの好むことなんで、これはもう純正全くオリジナルの車にしてはいじってはいけない。分かっているんだけど、フェラーリといえばやっぱり音だよね。いい音が欲しい。私のフェラーリだったらすぐにでもマフラー買いますね。V12 のサウンドに最適な、もうぴったり合うマフラーもあるんだろうと思うんだけど、ちょっとね、もうちょっと音が欲しいなと思います。とにかくそれはね、文句じゃないよ。細かいこういうなんていうのは分析、スティーブ的視点だからね、自分の視点で話してるから許してね。違う車に乗ると、その車は一つ一台に楽しいところがある。 V12 のフェラーリ初めて乗ってるんでめちゃくちゃ楽しいです。フロントエンジンで V12 のスムーズさ、楽さ、エアコン、もうすごい運転しやすいフェラーリだな。いいっすね。こういう車日本で走ってますかねあんまりないと思うんですけど、これもアメリカでも珍しいんだよね。70年代のダッジかなに落書きだらけだよね。すごいよこれは。よく走ってるもんなこれはね。まだすごいよ。HOF は何の役なんだろうな。